はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月年末までの大まかな流れや気をつけることを見てみたいと思います。それから前回カペラノートのご予約いただいた皆さん本当にありがとうございました。もちろん PDF 販売を楽しみにしてますという方もありがとうございます。PDF はね11月末からになります。で14日までの受付に関しては正本版をノートをねお届けしますので、ご興味ある方は概要欄ご覧ください。それから少しお問い合わせあったんですけども、カード払い以外ではお支払いできますかというお問い合わせもあり、今できるようになっています。コンビニ払いも後払い、キャリア決済も振り込みもできますので、興味ある方はぜひこの機会にお求めください。はい、では行きましょう。よろしくお願いします。年末までの気をつけることですね。どうなんでしょうね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド2の逆、ソード9逆、ペンタクルスナイト、ペンタクルス4の逆、カップ6、フール逆、皇帝。気をつけること対策がワンド10逆とカップ7とオラクルはツルーシビートの逆です。なんといいですね。このなんか星で見てもね、やっぱりこの年末までの動きってすごく華やかっていうか力強いというか、見守ってくれてるなこの変容をっていう感じがすごくするんですね。でカードで見た時に一番言われているのは自分を縛っていたやり方とか癖とか、なんでしょうね、なんかもうこれ以上自分にプレッシャーを与えないんだみたいなそんな感じがしました。どうでしょうか。要するにすごく今このね2024年もそうでしたけど、自分が変わる時なんだとか、自分の本当の強さを思い出すんだとか、自分のオリジナリティを発揮するんだみたいな感じですごくいい大きな変容なんですけど、その分プレッシャーとかねあったと思うんですね、いろいろ。でそういう意味で自分がもっとせっかくなんだからこの運を使うためにもっとこうしようとかああしようっていうことで自分をすごくプッシュしすぎて、ちょっと疲れていたりとか、ちょっともうしんどいなと思っていたそのやり方や考え自体を手放すよみたいな感じで出てるんですね。手放していいんだよって、できるよみたいな、今のやり方じゃなくてももっと自由になれるし、その自由になった後に本当にその自分が出そうと思ってなくても自分の素晴らしさとか自分の個性とか強さっていうのは出てくるんだよっていうことを言われているので、一番気をつけることというかテーマっていうのは、自分で自分を縛っていたこの癖を手放すんだっていうのが一番のメッセージです。なんかそう思ったんです、混ぜてる時にそしたらやっぱり出てきたからおーって思ったんですけど、いいですね。もちろんこの前半後半のねリーディングはまたしていきますので、詳しいことはその前半後半の中でお話ししていきますが、この大きな流れでいくとやっぱり11月ってね、結構水亀座さんにとってはやっぱ大きな転機だなって思います。もちろん今も悪くないですよ。今は自分の可能性を上げていくみたいな意識高くなっていく時だし、特に10月23日以降っていうのは自分の社会運とかがまた良くなるので、社交運が上がったり、外に行く機会とかね、上司の人と関わるとか、もっといろんな世界を見ていくみたいな、そういうのもいいので、基本的に運勢はいいんです。今年いっぱい10月も11月も12月も楽しいなとか開かれてるなっていう感じがするのでいいんですけれども、ただ11月の4日に火星というバイタリティがねパートナーシップっていうところに入ってくるので、これはいい意味で言うともっと本気で人と向き合おうっていうことで向き合っていくっていうふうになるか、もしくは誰かに対して何か言いたいっていうふうになるか、文句を言いたいとかそういうふうになるか、自分から何か強くアプローチしていくっていう風になるのかなっていう感じはありますし、また11月20日以降はね今年の前半にあったような自分が改革していく、何かもう本当にもっと自由になっていくんだ、何を脱ぎ捨てるんだみたいなそのテーマがもう一回来るんですよね。なので自分が変わるし、他者との関係も変わるし、社会運は開かれてるしっていうことで、何か
どっちが先か分かりませんよ。自分が変わるから他者との関係をもっと変えようって思うのか、他者との関係において強い刺激があるからこそ自分がもっと自由でいこうって思うのか、どっちが先か分からないけれども、でもとにかく言われてるのが、今抱えてる恐れ、自分の中から湧いてきてる恐れっていうのは手放せるんですよっていうふうに出てるんですね。で手放した後にめちゃくちゃ強い本来の自分自身に戻ってますよっていうふうに言われてるので、わーって感じなんですよ。わーって感じ。ただそうなるまでにちょっとね気をつけることがありますよねということで解説していきますが、今の時点では何か行動するとか生きていくとか動いていくっていう上では、常にこうしようかなとか、やっぱりこうしようかなみたいな、これ一つお金を稼ぐ方法もそうだと思うし、誰かとの関わり方もそうだと思うんですね。こっちのやり方がいいのかな、それともこっちがいいのかなみたいに、すごく自分の行動が間違ってないかどうかっていうものをすごく考えさせられていたような感じがしますが、そのね、自分が正しい行動を取らねばならないという思いはもう大丈夫です、外して大丈夫ですっていうふうに言われてます。そしてすでに、ここまでの間にもうすでに努力しましたもんねみたいな感じがあるんですね。そしてここからは自分が何を持ってるかとか、あからさまなね立場だったり権力だったり、どれだけ貯金があるとかそういうことではなくて、自分に本来持ち合わせている自分の優しさだったり、自分の得意なっていうと技術に聞こえるかもしれないんですけど、本来の自分の気質でいいんだよみたいな、本来の自分の性格っていうのかな、そういう持ち合わせたものをただ出していくだけなんですと、それだけでいいんだっていう感じがすごくします。ですので、もしかしたらまだ10月とかはね、自分がやってきた技術とかその資格とか専門知識とかを使って何かをしなくちゃいけないし、それを使うことによって仕事はうまくいくよみたいな、現実的にそういう流れはあるんですけれども、でも一番言われているのは、だからといってそれを思いっきりすごく使って自分の体を疲れさせてとか、何か正しい方法でやらなくちゃっていうふうにやっているのはもう今年で卒業なんですと、もう厳密に言うと11月20日で卒業なんですみたいな感じもあるので、そうではなく自分の感覚をもっと信じていいし、まだ見えない可能性だったとしても、自分の感覚としてこれが正しいと思ったらそっちの道に進んだらいいし、そうすることでものすごく自由になれますと、未知の可能性が開けますっていうふうに言われてるんですね。恐れを何とかしようっていう行動から未知の可能性に向かった行動をすることができるというふうに言われています。そして12月ぐらいになると少しね、逆行もあったりするので、11月末ぐらいからは外側の世界はまたちょっと混沌としたり忙しかったりとかしますけれども、でも水亀座の皆さんはもうそんなことはどうでもいいんですっていうぐらい状況が整ってると思います。もう11月の時点でいろんなものが整っているので、あとはそれをこなしていくだけということで、ものすごく力強いサポートもあるし、自分の力を信じれるし、自分の価値っていうのも思い出してるかもしれないし、誰かからの強い愛情や誰かに対しての強い愛情っていうものを持ってるかもしれない。なのでいいって感じ、いいんです。なので一番言われてるのは、今までのやり方でうまくいかなかったというだけで、今までもしうまくいかなかったことがあったとしても、もうそのやり方も全て卒業する時なんですっていうことなので、恐れも全部、やり方も戦略も全部置いて、自分がどう感じてるかっていうことで物事を違う方向から見て新しい世界が見えてくる、その練習をするのがこの年末までのテーマっていうことです。すごい。ちょっとそれを踏まえた上でね、セルフセラピーカードも見てみたいと思います。今回はちょっと何に気をつけるかっていう、どういう流れかっていうことだけなので、具体的な人間関係とかね、仕事のことはちょっと見ないんですけども、年末までに水亀座の皆さんはもう十分答え出てるんですけどね、何に気をつけたらいいの？はい、個人の神話ということで、これはねあれですね、
やっぱり自分の中で物語っていうものをこう展開していく、ああなってこうなってあれがこうなったらいいなみたいな、でその通りにいかなかったらなんでとかガーンとかってなるんですけど、全部自分の頭の中で作り出してるストーリーですからっていうようなメッセージが来てます。でこれもそうです。それに気づいてねみたいなね、自分で自分を苦しめていたかもしれないし、もしかしたらもっと楽でいいんだよっていうか、もっと自分に許可をするっていうのかな、自分にとにかくね、なんかね、自分にプレッシャーをかけるのはもうやめるんだって感じがすごくするんですね。なのでそうかって、そんな風に自分にプレッシャー与えてたなっていうことに気づいて、違う方向から見たらもうすでに自分の恩恵はものすごい相手に伝わってたじゃないかとか、そういうのが自他ともに感じるんじゃないかなというのが一番感じたことです。なので自分が作り出していくストーリーに気づくってことですね。そしてどうしたらいいの？ヒーリング方法をちょっと見てみます。はい、選択ということで、ご自身の意識で感情や出来事を選択していてください。いいですか？感情によって自分たちの意思が揺さぶられるのではなく、自分たちで自分の意識で選択する。落ち込んでたとしてもやるときはやるとかね、もしガーンってなってたとしても、それってただ自分が変な期待を持ってただけなんだなとかね、そんな感じで選択していくみたいですよ。それができたらどんな恩恵がやってくるんでしょうか。この年末までに、はい、恵まれた才能ということで、これ新しい世界に入っていくみたいなねカードが出てますね。豊かな世界に入っていくよって感じ。選択していくことによって自分で自分を難しくしてたのかなっていう感じがありますよね。ちょっと私も耳が痛い感じですけどはい。そして最後もう一枚ね見てみます。ダメだの皆さん、年末までのテーマ、はい、神聖さということで、本当にすっきりと自分自身というものにつながり、自分とつながることによって宇宙ともつながる、宇宙の中に生かされている自分というものを自覚するということで、いいですね。やっぱり大きな流れが来ている時っていうのは大きなメッセージがありますね。水亀の皆さん、ぜひ素晴らしい変容をご自身の中で遂げられますように、そしてこうしなければっていうようなこのプレッシャーとかストレスっていうのはできるだけなくして減っていって、このままでいいんだって思える自分になっていきますように。ということでありがとうございました。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントでご感想を教えていただけると嬉しいです。ではまた次ね、後半の動画アップしていきますので楽しみにしててください。ありがとうございました。失礼します。